はい、それでは第4章、第3期マトにおける用語の定義のところをお話ししていこうと思います。はい、この用語は障害学生支援では重要な単語で、障害学生の方にはぜひ知っていただいておいた方がいいと思うので、一つずついきましょう。はい、1からですね。大きく3つあるんですが、1が合理的配慮、2が事前的改善措置、3が、建設的対話になります。で、では1のところから読みます。はい。1、合理的配慮。障害者権利条約および障害のある学生の就学支援に関する検討会第1次まとめの定義に基づく、障害者権利条約第2条合理的配慮とは、障害者が他の者とも平等を基礎として、すべての人権及び基本的自由を共有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失したまたは過度の負担を課さないものを言う。これは権利条約の定義。これは権利条約の定義。次、障害のある学生の就学支援に関する検討会第1次まとめからですね。大学などにおける合理的配慮とは、障害のある者が他の者と平等に教育を受ける権利を共有・行使することを確保するために、大学などが必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある学生に対し、その状況に応じて、大学などにおいて教育を受ける場合に個別に必要とされるものであり、かつ大学などに対して体制面、財政面において均衡を失したまたは過度な負担を課さないもの。それが合理的配慮の定義。これは第一次まとめから一貫して変わっていません。で、何が合理的配慮かというのは、発想を検討させる範囲になるんですけども、ここでは、いくつか、紹介していきたいのは、権利条約の法律は、他の者と平等とか、この他の者と平等というのは、障害のない方との平等を指しています。なんで、よく日本では、障害者同士の平等を言うことがあるんですけども、権利条約はそれを明確に指定していて、指定している障害者と障害のない者との平等をそれに変更及び調整を行うということが、基本になっています。障害のある人と対峙するのはあくまでも障害のない人であって、障害のある人同士の間の比較で決めることではないので、例えば、試験時間がある障害のある学生が一般の学生に対して 1.3 倍という、例えば障害のある学生がいたとしますよね。視覚障害の方が例えば 1.3 倍だったとしますよね。で、別の視覚障害の学生に、一般の学生がこの時間だからあなたは視覚障害があるから 1.3 倍ねっていうのはいいけれども、A さんがあなたと同じような視覚障害の学生が 1.3 倍だったからあなたも 1.3 倍でいいですよねっていうのは間違いっていう意味ですね。はい、はい。あくまでもその、一般の学生に対してその障害学生が、不利な状況である
部分を変更調整するということが前提であって、他の障害学生との比較とか、他の障害学生が過去こうだったとか、そういうことではないということですね。それは合理的配慮定義としておかしい。で、それは合理的配慮の定義としては間違っているということですね。はい。ここは大変重要ですよね。ちょっとやりがちな、やりがちな。しかもね、3って読んだだけだと分かりにくいので、解説しました。それから、均衡失したあるいは過度な負担って書いてあるんですけど、均衡っていうのも、誰との均衡かというと、障害のない学生との均衡ですよね。その配慮を行うことによって、障害を持った人が障害を持たない人よりもいいになるっていうことではない。そういうことですよね。やっぱりそう。だから対象は障害のない人のことです。障害のある人同士のことではなくて、障害のない人ですよね。だからこれは先ほどの合理的配慮の提供の対象が障害のない人に対して、障害のある人が不利にならないようにっていうのと同じで、均衡を失するということも障害のない人とのバランスを考えているということです。そして過度な負担については、障害のある学生が合理的配慮を受ける際に、その合理的配慮を提供するのに大学側の財政とか体制とかその時の状況に対して過度な負担にならないことが前提。それは大学の規模とか、人員人数とか財政面とかそういったことで過度な負担にならないということですね。これを、含めて合理的配慮を提供するっていうことですね。2番。事前的改善措置。事前的改善措置。施設や設備のバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス介助者などの人的支援、障害者による円滑な情報の取得、利用、発信のための情報アクセシビリティの向上等、環境の整備を行うこと、これは1の合理的配慮とちょっとどうして区別されるかということですね。合理的配慮というのは、障害者から要望、要請があって、そしてこの後話す形質的会話を通して、その結果として提供されるものが合理的配慮になるんですけども、事前的改善措置の方は、そういった申請がある前から、以前、事前っていうのは、以前からあらかじめ設備とか、そういったものを改善して、みんなで準備しておくことを指す。合理的配慮は、一障害学生が自分にとってこういった、配慮をしてほしいという要請を大学にして、で、その大学と学生の間で、これから後で説明しますが、建設的対話を行って、で、その結果、その学生に合った配慮を提供するのが合理的配慮だけれども、一方で、事前的改善措置は、ある一学生が要請をするということではなくて、するより以前に大学が措置としても用意しておくべきこと、本当であればね。で、主に設備、施設のバリアフリー化。これは分かりやすいと思うんだよね。エレベーターをつけるとか、スロープをつけるとか、そういったことですね。それから、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス、介助者などの人的支援。これもだから、あれですね、合理的配慮じゃなくて、もう事前的改善措置に入るんですね。これは入る。ノートテイクとか、パソコン通訳とか、コミュニケーション支援で、介助者もじゃあ入るんですね。あらかじめ用意しておく、最初に作ったことが入る。そうですね。介助者それぞれは、介助者やノートテイクやパソコンテイク、どれが必要かとか、その人に合った授業に入れるとか、そういう個別ないろんな調整はあるんですけど、そういうことではなくて、そういった体制を
言われれば組めるようにしておくってことですよね。はい例えば派遣先を探しておくとか、はい障害者による円滑な情報保障の取得、利用、発信のための情報アクセシビリティの向上。はいこれは例えばあれですかね、図書館のウェブサイトの改善とか、それからビデオ教材の字幕付けとか、こういったものは一回作ったら、周囲が使えるだけではなくて、ずっと使っていける。教材の電子データとか、ね、家なんだ。そうね。それから図書館の、書籍の中で電子書籍とか、の利用が今、国会図書館などを通じて専門書がね、大学で貸し出しできたりするんですけども、はいそういった情報バリアフリー、図書の情報バリアフリーとかもそうですよね。はいなるほど。うんこういったものは、じゃあ、要請されたらもちろん提供できるんだけれども、それ以前にこういったことを、体制を組めるように準備しておくことが寛容というか、準備しておきましょうっていうそうですね。のが事前的改善措置ということですね。で、義務関係でいうと、一応法律的配慮は提供義務なんですが、こちらは事前的改善措置、環境整備という時はあるんですが、こちらは、努力義務になっています。で、1の合理的配慮は、個別に学生から要請があった場合は、提供は義務なんだけども、2は努力義務。でも、具体的に、学生から申請があった段階で義務になるので、そうなんですよね。事前的に改善しておくことそのものは義務ではないという。なるほどね。でも、1学生から要請があって、それから準備するには間に合わないっていうことがありますよね。例えば、施設設備のバリアフリーは、多分間に合わない予算とかもあるので、そういう意味では、なるべく取り組めるものから大学には取り組んで、蓄積して支援をしていけば、より多くの障害学生が、在籍することが可能になるということですね。それでないと、1で肌の負担になってしまう場合があるんですね。なんで、事前的改善措置は非常に重要で、計画的に行っていくっていうことが大変大事。だから逆もあって、例えば障害学生が自分が入学したときにたまたまそのエレベーターがついていないとか、あるいはその、ノートテイクがちょっと準備できていないとかいうことがあったときに、まず要請してみて、その時はできなくても、1年後にもしかしたらできてるかもしれない。長い目で見れば2、3年後にできてるかもしれない。そうすると、その後に入ってくる障害学生にとってはもうすでに用意されているので、自分たちが声を上げることで、自分だけではなくて、その後の障害学生への合理的配慮の提供が、事前的改善措置という形で用意されるので、ぜひ声を上げていっていただきたいなというふうに思います。3番。建設的対話。建設的対話。障害のある学生本人の意思を尊重しながら、本人と大学などが互いの現状を共有・認識し、双方でより適切な合理的配慮の内容を決定するための話し合いのこと。これ言うのは簡単です。なんで、大学が申請があったときに、大学が一方的に何を決定することは合理的配慮ではないんですね。建設的対話を通じて合理的配慮内容を決定されていくということが非常に重要です。そう、だから大学で申請書を記入して、合理的配慮の内容について書きなさいと言って申請書を渡されて、そして私の障害はこういう状況です。例えば、文字を書くのに時間がかかるとか、長文を読むのにちょっと大変ですと。で、だから時間延長試験の時にしてくださいっていうことを例えば提出しますよね。一方的に大学から、いえ、あなたの
障害では、あるいはあなたの科目では、試験は時間延長ができません。決定しました。だから、通常の時間でやりましょうって、もし決定通知が来たら、これは合理的配慮のプロセスとしては間違っているということです。で、まず大学が本人の意思を尊重しながらっていうのが第一なので、第一は本人の意思です。これが重要です。はい。ですよね。あと、本人の意思が、本人が意思表明が十分でない場合は、政府の基本方針なんかでは、意思表明を支援するっていうことを書かれているので、会社とか家族とかが本人の意思を支援した意思表明もここで含まれます。ね。はい。だから例えば、本人が申請書を一人で記入するのは難しい場合は、介助者や家族や、例えばうちの支援センターでもやっていますので、やっております。学生さんの意思を申請書に起こすとか、あるいはその、大学との話し合いも一人で臨むのは難しければ、親御さんと例えば最初の慣れるまでは同席してもらうとか、そういうことはじゃあ問題ないという。ちゃんと政府の基本方針が書かれる。ここは大学が誤認識をしている場合があるんですね。先ほど言ったように一方的に申請書をに対して一方的に決定として配慮内容を決定し通知してくるとか、それから、本人の意思表明ではないなら、配慮はしない、親御さんから見たら配慮申請をしたら配慮はしませんとか、そういうことを言ってくる大学があるので、それは違うということはぜひ学生さんは知っておいた方がいいと思います。そうです。ということで、第4章のページが以上でございます。言いたいんですか？一つだけ、ちょっと解説お願いしたいのは、ここに出てないんですけど、差別的取り扱いっていうのは、ここには入らない。ここでは書いていなくて、例えば、障害社会モデルとか、この第5章の中にも結構入ってきてると思うので。でも差別的取り扱いの禁止っていうのがここにないんですけど、差別的取り扱いの禁止っていうのは、第5章の、3の括弧1のところで入っているので、じゃあ、そこで、お話をしていこうと思います。はい、わかりました。